はみんな行きたい場所なんだよ。一番最初にびっくりしたのが、あれは一人で食べれません。シーアストーク、皆さんこんにちは。アルナナチャンネルのナナです。そしてその旦那のリヴァイです。今日は、スペシャルゲストの方に来ていただいております。なおちゃんです。シーアストークなおです。イエーイ。なおちゃんはね、高校からの友達ですね。2023年終わりまして、もう2024年になりました。皆様改めまして明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。2023年は、結婚式があったり、ハンガリーに住み始めたり、7月からは YouTube チャンネルを立ち上げて動画投稿を始めたりと、いろいろと本当に新しいことをねスタートし始めた年でもありました。先月ですね、アルナナチャンネルついに先月登録者数500人突破しました。おめでとうございます。いつも本当に、ご覧いただきありがとうございます。自分が気づくことができなかったこととか、見てくださってる方たちのコメントでいろいろと学んで刺激をもらっています。本当に皆さんに感謝しています。ありがとうございます。2024年も皆さんに私が見た素晴らしい景色だとか、あとは私が感じたことだとか、リヴァイとの何気ない日常だとかっていうのをどんどん投稿していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本題に入っていきたいと思うんですけれども、先ほど紹介したなおちゃん、ハンガリーに来てとても印象的だったこととか、行ってよかった場所だとかっていうのをインタビューしていきたいと思います。前ね、エミちゃんとこんな感じの動画を撮ったと思うんですけれども、あの時はね、ハンガリー在住者として皆さんにおすすめした観光地だとか、なんかそういうのをお話ししてたと思うんですけど、観光客として来てくれたなおちゃんが感じたことだとかっていうのをご紹介していきたいと思います。ではですね、私たちが過ごしたスケジュールとしては、28日ブダペスト観光、29日はリヴァイの実家でクリスマス会をしました。30日がエステルゴムに行きました。で、31日がブダペストに戻ってきてカウントダウンをブダペストでして、1日もブダペスト観光っていう感じのスケジュールになっています。その中でですね、なおちゃんがまずはね、印象的だったことをちょっとね聞いていきたいなって思うんですけれども、ハンガリーに来て印象的だったことは何かある？ハッピーニューイヤーで花火が街中から上がること、個人の人たちがさ、そうやってちょっと大きめの花火をさ、バンバンいろんなところで上げてる。そういうことか。なるほどね。まず日本じゃ絶対ないじゃん。そうだね。まず上げれんしね、多分でかいやつじゃない。なんか一本だけのポンってやつ。ハンガリーのカウントダウンはこんな感じで、めっちゃいろんなところから花火が打ち上がるんですけど、街中で花火が売られてて、それを一般の人が買ってそこら中で上げていることもあれば、政府の人たちが花火を結構大きめの花火を上げてたりもするんですけど、日本ではなかなか多分見れない光景だと思います。私もハンガリーに来るまではね、全然そんな風に年を越したことがなかったのでびっくりしました。賑やかだよね。そうだね、みんなでカウントダウンしてメーみたいなね、お酒飲みながらみたいな。そう。ほとんど外国人しかいなかったね。あ、そうなの？はい。ハンガリーの人たちはどこでカウントダウンしてんの？お家じゃない。家？じゃあ観光客ばっかりだった？もしかして。きっと似たよ。そんなにはしゃがなかった。だいたい海外の人たちがはしゃいでるってことね。初めて見る人がはしゃいでるんじゃない？じゃあ観光客的にはあそこはやっぱりみんな行きたい場所なんだよ。そういうことだね、きっとね。それ以外は何かあった？これはアルベルト家のやつだけど、クリスマスパーティーだね。印象的なのは、まずプレゼント交換が大人にもあること。日本のクリスマスは子供だけだもんね。そう。でもいいよね、それは。そう。なんか手渡しでちゃんと気持ちを伝え合うっていうのが私もすごい好きで、ハンガリーの。でもハグしてさ、最後お母さんがみんなにプレゼントを渡してる時なんか泣きそうになったみんな親元を離れてってもさ、なんかね戻ってきてプレゼント渡してなんかもうそのさ、日本のさ、なんか恋人とのっていうのもさ、やめようってなるよね。恋人じゃなく
ってなっちゃう。軽率でしたみたいな本当に大切な人とその時間を本当に大切にしてる、っていう感じがしたってことね。ああ、なるほどね。ハンガリー人のこの素の生活っていうのはやっぱ観光客だと味わえないことだと思うから、まあ、なおになんかいろいろそういうのも見てもらえて私はすごく嬉しかったしやっぱ他の人たちにも知ってもらいたいっていう気持ちもあるから、どんどんそういうのもなんだろう YouTube に上げていきたいと思いますので、はい、ぜひお楽しみに。カルチャーショックは、一番最初にびっくりしたのがドナウ川の氾濫はさ日本でもあるから、規制がなくて普通に氾濫してるその水の中なんていうのね、ちょっと歩けるようなところに普通に人が入ってて写真撮ってたり日本だったら絶対警察官がさ入っちゃダメですよみたいな風になってるもんね。ポールとかさめっちゃ厳重にされてるじゃん。そう、ちょうどナオが来た時が雪がたくさん降ってそこから急に暖かくなっちゃったから雪解け水が急に来て、でドナウ川の水位がすごい上がった時期にちょうどナオが来たのでまさか私も見たことのない景色をナオも見たわけですよ。トラムの線路がやっぱ浸水しちゃってるんだけど、だから電車は走ってなくて、けどもう人はみんな線路をね気にせずに渡っていくみたいなね。ラッキーぐらいな感じで私もそれはびっくりした、あれはびっくりした。あ、いいんだって思ったね。他はね、トラムほぼただ。それはどういう意味ですか？電車とかの切符を買ったけど、見せることなく、乗ったのが全部だよね、多分。まあほぼほぼだね。1回だけ見せたね。でもトラム？それ。トラムは見せてないけど、地下鉄の時に1回見せたんだよね。ブダペスト市内のその公共交通機関の改札口がないからチケットを持ってるかチェックする人がいるんですけど、その人がいる時といない時があって、でも今回ナオがこのブダペスト市内観光してた間にそれを見られたのが一度だけで、それ以外はもうほぼ見せてないから、もし持ってなかったとしてもまあ正直バレないけど、それで持ってなくて乗って見せてくださいって言われた時になかった時には罰金をめちゃめちゃ払わなきゃいけなくなっちゃうから、絶対買わなきゃダメだけどほぼほぼ見せなかったっていうね。公共交通機関的にはどうだった？分かりやすかった？でもそうだね、どこで降りるかっていうのがちゃんと分かってれば多分簡単かなとは思う。トラムもね、本当にそこら中に走ってるからさ。なおさ、今回さ5日間滞在のさ半月券を買ったんだけど、なんかもう本当にトラムに何回も乗るような人たちはそれを買った方のがいいと思います。ただわりかしブダペスト内は歩いていろんなところ回れちゃうので、私たちもほぼほぼ歩きだったね。毎日2万歩以上歩きたもんね。歩くのが好きな人は歩いたらいいし、疲れたって思ったら乗ればいいし、歩ける距離だなって思った。私の中では全然いける。やっぱそうだよね。私も歩けるなって思ったから、むしろ街歩きが好きだから、全然苦にならなかった。細道がね、やっぱりなんだかんだでさ隠れたいい店っていうのがいろいろあるじゃん。パッと見だと本当わかんないよね。そうなんだよ。そうだからそこら辺は絶対に確かに歩いた方がいいかもね。の方が楽しかった。古い地下鉄今日乗ったじゃん。乗ったね。あれよかった。よかった。私の中ではめっちゃよかった。ヒーローズスクエアに向かう方だね。そう、レトロな感じ。ディズニーみたいな。ね、言ってたよね。リアルディズニー、レトロ可愛いから。そういう系のものが好きな人たちはおすすめ。他はゴミ箱。ゴミ箱？いざやっぱりさ、ね、ゴミ出るやん。そういう時にすぐに日本だと捨てられないしさ、コンビニで捨てるってなってもさ、なんか買った方がいいのかなとかさ思っちゃうけど、もうすぐあるからそれはいいよね。リヴァイの家族が日本に来た時にゴミ箱の話をすごいしてた。で、ゴミ箱が日本は少なくていいって言ってた。カルチャーショックと印象的だったことはこんな感じですね。今回なおちゃんが5日間ハンガリーに滞在して行ってよかった場所
トップ3を発表していただきたいと思います。それでは第3位はドゥルル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 ン、エスエステルコム。テルコム私の中でやってみたかったことがさ、歩いて国を渡るあだったから、うんそれができたのがすごいまず嬉しい。歩いて渡るのは私もね初めてだったからすごいいい経験になった気がする、あとはそのうんブダペストで見たうん街並みとまた違ってこう古いさ、うんお家の街並み、低い建物が全部つながってる、結構カラフルになったよね、あそこみたいな。第2位いきます。トゥルルルルルル、なおちゃんが選んだ第2位はてれん、ブダ城。ブダ城、ブダペストが入りました。理由を教えてください。まずうん呂布の砦から見るブダペストの景色、国会議事堂とかの景色、私が一番びっくりしたのはそのブダ城の敷地内に街が広がってて、政治家さんたちが住んでいる。びっくりしたね城だよねみたいな景色も見れるし、そのハンガリーの実際に住んでる人の生活をちょっと覗き見した感じ、あー、なおならではの視点だけど絶対に同感する人もいると思う。だからちょっとそこら辺も見ながらぜひブダ城から呂布の砦のところまでぜひ歩いてみてください皆さん。じゃあ第1位いきます。じゃあなおちゃんがハンガリーに来て行ってよかった場所第1位はドゥルルルルルルゲレールトの丘からの夜景。理由をお願いします。ブダ城も、今回ちょっとあんまりだったけど国会議事堂の、もう見える。それ国会議事堂はちょっとなんでかわからんけど電気がついてなかったねで千丁二橋、鎖橋の、もうすべての夜景が一望できるから、同感私も前の動画も前の動画多分 2,3 回ぐらいもう言ってると思うんだけど、そこのゲレールト丘の夜景は本当におすすめだから絶対に見に行った方がいいと思います、あんな綺麗なのは日本では見たことないですね。本当はね、エミちゃんがおすすめしてくれてたマルギッタ橋からの国会議事堂がめちゃくちゃ楽しみにしてたけど、マジで残念だった。暗かったよねでもそのことも忘れちゃうぐらい、その全体の景色を見れたことは結構嬉しかった。こうなんだろう、丘だから上に上がっていかなきゃいけなくて、だいたい下から歩いて15分ぐらいで一番上まで行けます。で注意してほしいのが一番上っていうのが展望のいい広場みたいなところが1個あるんですけど、そこがゴールだと思ってる人たちがいて、そこじゃない、もっと上の展望がいいところっていうの、夜景がすごい綺麗なところがあるからちょっと探してみてください上に上がれる場所で、上に上がったところの景色が最高だから。なんか上からさ、そうやって見てさ、あ、自分今日ここ歩いてたんだなみたいなの、位置関係とかも分かるのがね。ああ、よかった、はい、ぜひとも皆さん行ってみてください。でも本当はなんかこっち来てさ、すぐ米食べたくなったのは事実。あ、そうなんだ。なんか軽いものが食べたくなるというか、小麦粉を日本でそんな食べてなかったから。でもハンガリー料理は大丈夫だった？ハンガリー料理はびっくりするぐらい大好き。大好き癖はないよね。馴染みのある味と馴染みのある素材で作られてるみたいな。しかもアルベルト家は料理が上手だったので。あーね、そうだねリヴァイのお母さんもリヴァイもすごい上手だったから。そう。めっちゃ食べた。よかったでもクリスマスマーケット、あんだけいっぱいある12月の26日がクリスマス終わりなんだけど、それ以降も31日まで割とクリスマスマーケットはやってるところが多い。しかも日本の冬休みでハンガリーに来た時にはクリスマス終わったとしてもまだハンガリーはクリスマスの雰囲気ですよ。ラングッシュびっくりした。味はいいんだけど、量があれは一人で食べれません。これどれぐらい、結構でかいよね。顔はあるんじゃないか。の大きさは絶対にあるね。を一人で食べるんだもんね。そう。揚げパンみたいなやつっていうのかな。
でも4分の1ぐらいでもう食べるの無理、食べれないみたいなみたいになって皆さんは食べれるのかどうかっていうなおがさ好きだったのはマルチパン。マルチパン、あれはすごいハマってたね。高いと知らずにねパコとか言ってさそれ高いやつだよとか言ってあれを土産にめっちゃ買った。やっぱ住み始めちゃうとね当たり前になってきてしまって観光客目線からのいろいろがちょっとなかなか言えなくなってしまうので、こうなおちゃんがね日本から観光客として来てくれていろいろね感じたことをシェアしてくれました。ありがとうございます。なんかもうねあと数時間後には空港に行かなきゃいけないのがすごく寂しくてしょうがない私は。時間空いてないね、そうだよこんだね。けくつろいでるまだ人もいるんじゃないかなっていうぐらいのなんかもう全然いてくれていいよっていう感じなんだけれども、本当ラッキーだった2人がいてくれてもうウェルカムです本当にね。まあね、ちょっと関係ないけどリラックスしてさ、ヨーロッパ来れてしまったいやいやよかったよかった本当にありがとうございます、この動画いいなと思ってくださった方、いいねやコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。See ya, Stock! See ya, Stock!